どうもようこそありがとうございます。J です。2023年11月、京都にいます。朝の9時前の八坂神社ですね。京都の場所はこの辺り。紅葉の季節には多分日本一混む場所です。だいぶ寒い感じで、昨日まで暖かかったんですけど、ちょっとダウンとか着てる人がいます。あ、なんか色づいているね。ちょっと雨上がりいいね。うん。雨上がりのもみじ。雨上がりの八坂こうなんていうの傘があるね。八坂神社は全国の祇園社の総本山であり、平安京遷都以前からある古い神社。祇園の一等地にあり、しだれ桜で有名な丸山公園が隣接していることから、京都の観光地としてもあまりにも有名な場所です。もらえるんだ。古くから厄除けの神社として有名なほか、縁結び、商売繁盛などご利益は多彩。私たちもしっかりお参りしました。春になるとすごく素敵なしだれ桜が咲き誇る場所ですね。あ、こっちの方がこんな風に歩きながらもみじ狩りができるのが京都という街。このまま清水寺まで歩こうと思ったのですが、雨が降ってきました。うわー、また降ってきた。ダメだ。本当にダメじゃん。八坂神社から清水寺までは徒歩20分。あ、ここに傘あったじゃん。傘あった。買う。買いましょう。です。テープの目印つけてくれて、好きなの選んだらいいと思う。あ、すごいおしゃれ。本当だ。ほら、このお花。ちょっと見させてもらおう。ありがとうございます。あ、風呂敷。なんだこれ。あ、キャンドルか。キャンドルですね。キャンドルかわいい。キャンドルが売ってます。コーリン&テンポラ。よかった。これコーリン郡の、これすごいお寺の売店なんだ。お寺の売店だった。これすげえ一気に快適じゃん。快適だね。すげえ人間の英知。傘を手に入れてやっと快適に歩けるようになりました。高台市美術館です。あれだ。紅葉、高台寺は金取るけどね。で一回清水行ってみるか。空いてるじゃん。空いてんね。雨もあんのかな。雨もあんのに。いや、雨だからってさ、外国から来た人が今日は観光しないでいいかって思わないよね。そうだね。まあまだやっぱり早いってことか。そうかもね。ああ、素敵ですね。二年坂。
清水寺までの坂道は情緒あふれる石畳の参道。豊臣秀吉の正妻ネネが元気な子が生まれることを願って清水寺に来たことから三年坂と呼ばれ、その下の坂はそれぞれ二年坂、一年坂と呼ばれるようになりました。上がりきりました。振り返ると、清水寺が見えてました。入り口ですね。入り口が清水寺は言わずと知れた王道観光スポット。京都に数多くある世界遺産の一つです。見事です。見事ですね。あれちょうどよかったね。おお、綺麗ですね。やっぱりここはね、すごい綺麗。清水の舞台。ね、財運と商売の神様、しっかりお祈りしました。遠くから参拝。修学旅行の団体もいてかなり混んでいましたが、これでもこの時期の清水寺の中では空いている方。おみくじ引いてる人がいますね。わあ、晴れた、すげえ綺麗。わあ、本当だ、綺麗、キラキラして水がますね。滴ってる時のこの紅葉の綺麗さよ。うわ、すごい。これここが重要文化財の阿弥陀堂です。これはけどこれには誰も紅葉ばっか見てこのお参りをする人が少ないです。ちゃんとお参りしますね。雨がやはりなんていうんですか。十分奥の院、ここがいわゆる清水の舞台。が見える。清水の舞台がこれさっき言ったところじゃない。こっちじゃないの？うちじゃない。あれが清水の舞台。これが清水の、あっちが清水の舞台。あの辺から見えるともっといいんで、あっちの端っこから見ましょう。ちょっと前一番低い。もうあれが清水の舞台ですね。いや、こんな青空だってすごいね。綺麗。青空。一番いい時に晴れた。そうだね。一番いい時に晴れた。すごい。早起きしたご褒美ですね。これは。そうだね。早起きってことじゃねえけど。まあ早起きだよ。早起きだ。我々にしては。そうだ。はい。あ、お茶屋だね、お茶屋。お茶屋さんが。お茶屋さんじゃない。お茶屋というか。食べれる。休憩所。素敵な感じです。わ、これはあれだよ。うわ、すごい並んでるのに見るだけの。これは有名な。並んでる人からやりませんけど。願いを叶えてくれるという音羽の滝。正面から見て右が延命長寿、真ん中が恋愛成就、左が学業成就の滝。一本だけ選んで飲むのがマナーで、欲張ると願いは叶えてもらえないとか。ここから東京出たらやっぱり不可的不断的平射项，所以你没有办法。没有3个环境的那个。中外に。なるほど。綺麗やな。
これちょっと今ちょうど青いね。ね青そう今日はすごい。あらみたきよあんじさいこあんにゃはら大法に赤毒無料断腹水不足円満内視北海平等利悪願わくはこの功徳をもって山根空一切に及ぼしあれらと主上と皆ともに仏道上善こと安治財宝殺行人あんにゃあらみたじありがたいの一個。答えいただきました。お、いけるいける。本当 Google マップが何も使えないね。Google マップが間違ってる問題があります。東京に比べると Google マップが示す場所が時々違っていたりして、今もそのせいで慌ててバス停まで走ったのでした。2分ちょうどでよかった。よかったよかった。こんにちは。よかった。掃除機中東はミシュラン2つ星の和食店。予約の取れない有名店なのですが、京都在住のグルメな愛さんにお誘いいただきました。掃除機という店名は草をはむから来ており、野山の摘み草を豊かに食す献立を楽しめます。どうもようこそありがとうございます。もう11月も終わりでございまして、あと1ヶ月ちょっとお忙しい。こちらが大将の中東久夫氏。夏秋でございまして。一品目はカマスと柿や栗やかぶら、わらびなど秋の味わいが詰まったお皿です。なんだろう。なんだろう。はい。これはね、蜂の子です。大丈夫ですか？そっとされる方いらっしゃいませんか？皆さん虫のご飯顔されてます。中身は新米のもち米を入り蒸しにしたものに、ムカゴとイワナの卵、ここに蜂の子を混ぜていただきます。これを立海風という。ムカゴの陸ね。なるほど。イワナの貝。世の中を直していただく。お料理が美味しい上に、大将のトークが最高のエンターテインメントになっています。イノシシの形をしたとちもちの入った白味噌のお椀。11月13日から提供される宮中の料理です。イノシシは火災を逃れるとされ、この時期街中でもイノコ餅は売られます。確かにイノシシっぽい。僕らが野原に散策に来ておりました。落ち葉に包まれているのは、サワラはほうれん草と一緒に巻いて焼いたもの。手前のソースは温州みかん。野菜は人参、さつまいも、安納芋、落花生、そして古代米。古代米が入っている理由は収穫祭の時期だから。こちらは鯉のお料理。ホースラディッシュ、実山椒、のびる、山椒の葉などが添えてあります。鯉の皮入りにしたもの、鯉の骨で煮込みにしたもの、鯉の鱗を素揚げにしたもの、お醤油を上からかけていただいて、みんな一緒に、普段の一緒に山椒もみんな一緒に絡めて召し上がっていただいて、いろんな鯉を味わっていただきます。酸っぱい鯉、苦い鯉、甘い鯉、しびれる鯉もございます。そういう素敵なダジャレを結構なダジャレ。掃
その鯉は淡白なようで味わい深く、いろんな感触がありました。煮え花が配られました。炊きたてでまだ芯の残っているアルデンテなお米です。秋の七草、クズの葉で蓋をされたお椀。中にはエビ芋、堀川ごぼう、みぶな、生姜が入っていて、とても温まる優しいお出汁のスープでした。放牧牛のステーキ、手前のソースはクレソンと絞った山椒と白味噌。肉の上にあるのはホースラディッシュ。こちらはおひたし。あえてあるのは鰹節ではなく鮭節。どうぞ。鮭節？鮭節。鰹節じゃない。向かって右は祇園豆をお揚げと炊いたもの。左の平たいお皿の方は早と売り。万願寺唐辛子のペーストと唐辛子の葉っぱが乗っています。おしんことイワシの目刺し、これにご飯が加わり、こちらがこの店のメインディッシュだそうです。そのイワシモの上にイワシが空を飛んでおります。イワシもこれを日本航空にいただきまして、日本航空目指し便という。目指し日本航空はエアフランスと共同運航しますので、これ召し上がっていただいたらフランスまで飛んでいきます。ここにフランス製のお米がございます。このお米をパリパリと。それでフランスがしたらイギリスも出さないと怒られますので、これ塩が増えてますので、これがイギリスのドーバー海峡の塩。四角いですよ、感じで。山椒オイルが乗ってます。オイルといえば産油国、中東に正常不安ですから、この中東製、これ分輸にしたら何て言いますか。おジャカリがですね。マイネームミドルイースト。お後がよろしいようで。はい、すみません。2、3、4、5ね。はい。ここ行きますか。フランス製の少し。まずこれね。2、3、4、5。こちらはオプションのファーストクラス。からすみたっぷりの卵かけご飯。ファーストクラスの窓から眺める夕日だそうです。ちなみにお茶漬けはニューヨーク、ハドソン川の太陽とセントラルパークだとか。ご飯のおかわりは自由。合計18杯食べた人もいるそうです。デザートは大白柿と洋梨。上に乗っているのは柿の風味のピッコロという人参のシャーベット。皮を焼き取ってますので、全てお召し上がりいただきます。それに、柿の枝をちょこっと添えていますし、人参の葉っぱのシャーベットと柿の風味です。ごちそうさまでした。お願いします。